こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は助成金補助金として躍進的設備投資支援事業についてご紹介をしていきたいと思います。今はですね、人手不足という状況になりますので、多くの会社が設備投資に対して積極的、前向きになっている状況ではありますが、なかなか資金的な確保が難しい。また、既存の助成金では金額のカバーの割合が少ないので、会社としての持ち出しがちょっと大きいということもあるのではないでしょうか。様々な補助金ありますけれど、広告宣伝であれば小規模事業者持続化補助金みたいな形で、広告宣伝だとか販路開拓といったところになってくる。高付加価値化といってきますと、ものづくり補助金、IT 化だと IT 導入補助金、それぞれ分かれておりますけれど、この補助金に関しましてはですね、どういった業種に対しても、そしてですね、どういった事業内容に関してもかなり幅広くカバーをできるものになっておりまして、企業規模によりますけれど、最高1億円という形で、かなり最強の設備投資の補助金ではないかなというふうに思っております。なので、大型の設備投資を行う場合は、ぜひこちらを活用してほしいというふうに思っております。今回の概要ですけれど、最近は中小企業の設備投資といったところが非常に注目をされております。現状の中小企業の設備投資の状況についてまずは見ていきたいと思います。そしてですね、今回ご紹介をする躍進的設備投資支援事業の内容の支援対象となる事業の内容ですとか、助成額、助成率について見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずは昨今の中小企業の投資動向について見ていきたいと思います。2024年度の当初計画のものではありますけれど、商工中金が出している2024年1月のものになります。全業種においていきますと、設備投資に対して前向き、設備投資を行う予定と答えているのが 40.6% という形になっております。そしてやはり特に多いのがですね、製造業の方が 46.9% という形で、非常に設備投資に対して前向きになっている。では、どういった内容に対して設備投資をしていこうかと考えているかというとですね、やはりですね、高付加価値化というよりも、昨今は人手不足といったところをカバーするための設備投資といったところに、意識がいっていますので、合理化ですとか省力化といったところの設備投資が多い。また、情報化の投資、そういったところが増えてきているのかなというふうに思います。またですね、設備投資を計画がないという会社にとってなぜしないかといったところになりますと、やはりですね、借入負担が大きいといったところ、金融面の割合も一方で増加をしているといった状況になっております。しかしですね、総じて言えば、最近の人手不足といったところによりますので、競争力強化ですとか、DX 化に対して高い意欲を中小企業は持っていると言えるのではないでしょうか。そして今回ご紹介をする躍進的設備投資支援事業の概要ですけれど、こちらはですね、2021年、令和3年度から実施をして、もう継続されている事業にはなるんです。そして対象事業としては全部で5つ挙げられているんですけれど、事業区分としては全部で4つになってくるという形になります。では、この躍進的設備投資支援事業、どういったものなのかについてですが、変化や変革に正面から向き合っていって、先端技術を活用して持続的な発展を目指すといったものになりまして、では具体的にどういったものなのかというと、競争力の強化ですとか、DX 化、デジタルトランスフォーメーションを進めていく。そして都市課題の解決に貢献をしていくもの、そして今後ですね、国内外関係なく市場の拡大が期待される産業分野においてイノベーションを推進していこうという場合、そしてあとは後継者ですね、事業承継をした後継者の方が新たな事業の取り組みを行う場合という形で、事業承継も DX 化も全てイノベーションもいろんなものが入っていて、対象範囲が広いというのがこの躍進的設備投資支援事業の特徴ではないかなというふうに思います。こういった事業を行っていく上で必要となる機械設備等の導入の経費の一部を助成をしていくものというふうになっております。
ではですね、助成対象になる事業、事業区分別に見ていきたいと思います。1番から4番までありますけれど、この1から4のいずれかに該当をした上で、設備系機器を導入をする場合に助成となるという形になります。まず一つはですね、競争力ゼロエミッション強化と賃上げ促進ということで、発展や競争力強化を目指していくもの、そして省エネや賃上げを実施する場合は、さらにですね、助成率が引き上げとなります。また2番目として DX の推進ということで、デジタル技術、IoT、AI、ロボット等を活用することで、新製品、そして新サービスの構築、既存ビジネスの変革を目指していくもの。そして3つ目がイノベーションということで、都市課題の解決に貢献をしていって、国内外を問わず市場の拡大が期待をされるような産業分野において、新事業の活動に取り組んでいって、イノベーションの創出を図っていくもの。そして4番目として後継者チャレンジといって事業承継ですね。事業承継を機会として後継者による事業の多角化ですとか新たな経営課題への取り組みを行う場合、それらを行うことで機械設備を導入した場合は対象になるというものになっております。ではこれら4つの区分がありますけれど、その助成率及び助成限度額を見ていきたいと思います。事業区分は全部で4つになります。助成金の限度額に関しては、小規模の事業者に関して一部はですね、3000万円が上限になっておりますけれど、基本的には上限が1億となっておりますが、ただ下限があります。下限は100万円という形になっております。そして助成率は原則で3分の2になっておりますが、中小企業においては1分2分の1ということになっております。そして詳しく見ていきますと、まずはですね、競争力ゼロエミッション強化、賃上げ促進に関しては、中小企業は原則2分の1、小規模事業者は3分の2となっておりまして、加算要件としてゼロエミッションだとか、賃上げをした場合には、助成率が引き上がっていくという形になっております。そしてですね、DX の推進だとか、イノベーション、後継者チャレンジに関しましては、一律で助成率は3分の2ではありますけれど、加算要件はないという形で、助成金の上限は1億という形になっております。そして注意点とまとめになります。こちらですね、令和3年から行われております助成事業ではありますけれど、2024年、令和6年度から要件がちょっと拡充されたといった状況になっておりまして、全区分での共通ではあるんですけれど、給与の支給総額を 2% 以上増額する計画の作成が必要というふうになっております。そしてですね、こちら、計画提出した後に面接試験も実際にありますので注意が必要です。そして面接審査の場合のですね、計画も含めて審査のポイントというのが5つ挙げられております。まずは目的との適合性ということで、申請の区分ですね、全部で 4区分ありますけれど、そちらと計画内容が合っているかどうか。そして優秀性ということで、現状を分析きちんとしているか、そして課題を挙げられているか、その課題に対する解決策が適切であるかといったところ。そして、3番目として実現性ということで、計画の規模は妥当であるか、事業規模に比して過剰な設備投資というのは非常に疑問を呈されることになりますので、事業規模に合った形での投資というのを考えてほしいと思います。そして4番目として計画の妥当性ということで、収支計画に具体性があるかということ。そして5番目として成長性、発展性という形で、設備投資をした場合、その市場において、きちんとその会社は成長していくのか、発展をしていくのかといったところが適切に記載されているかどうかといったところが重要になってきております。この補助金はですね、量産体制の構築にも使えますし、コストダウンにも使えます。そして受発注の効率化にも使えますし、新製品の生産にも使える。そして後継者による新事業分野への参入など、様々なことに使える幅広く活用できる助成金、補助金になっておりますので、ぜひですね、金額大きな設備投資をしようという場合は、こちらの補助事業を使ってもらえればと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。